皆さん、こんにちは。今回は、かつてエッチだった防具ということで、システムの変更により隠されてしまった防具の別の姿や、名前は同じなのに見た目が変わってしまっている防具について紹介していきたいと思います。もしよろしければ、最後までお付き合いください。エントリーナンバー1、ボーンシリーズ。ボーンシリーズは序盤から作成可能な骨素材を中心として作られる防具です。あれ、ボーンシリーズって、現時点でも結構エッチくないですか？いえいえ、あの程度で興奮しているようでは甘いですよ。これを見てもらいましょう。これは、以前のボーンシリーズの見た目なのですが、腰パーツを外し、足パーツに着目すると、青色。布の色が、無機質な茶系の色より青色であった方が、一気に下書き感が出ると思います。確かに、現在のボーンシリーズも露出が多いのですが、どちらかというと、風俗のような野生感が出てしまい、武骨な外見からエッチさは薄れてしまっているような気がするのです。露出によって逆にかっこよくなってしまったような気がします。結局のところ、重要な部分を覆っている場所の色が重要なのです。あ、そうそう、昔のボーンシリーズを見て思い出したのですが、ボーンシリーズの足を装備した後、腰にヘルパースカートを装備する遊びを昔よくやったものです。キモ。エントリーナンバー2、三つ根シリーズ。玉三つ根素材から作られる装備で、白とピンクを基調とした和風な見た目をしており、シリーズ屈指の人気装備ですね。見た目が変化してしまっている防具とは少し趣旨が変わりますが、剣士とガンナー装備の共通化に伴い、片方の姿が見れなくなってしまったものも存在します。これが三つ根ガンナー装備なのですが、ミニスカニーシャで狐のお面をつけています。新郎新婦のお付き人がコンセプトなんだとか。以前は近接武器と遠距離武器で別々に防具が存在していたんですか？ええ、それぞれ素材を用意する必要がありましたし、今思えば大変でしたよ。ポータブルサードで引退し、バールとて戻った時、かなり驚きました。古参プレイヤーだったんですね。当時のプレイ中入れ替え技は覚えないし、イニシエの動きも多いなと思ってたんですよ。イニシエの動きじゃありません。固有剣術でです。それでは本題に戻りますが、今回ご紹介する三つ根シリーズは、剣士の方に統一されてしまっているようです。確かに、現在の三つ根シリーズも、白抜けて神父のような清楚感が出ていて魅力的ですが、三つ根ガンナーのように、ミニスカで、あざと可愛い感じが出ているのが個人的には好きです。しかもガンナーにはチラもあります。結局それですか？結局それです。三つ根ガンナーは、フィギュア化待たされたほど人気なのになぜ登場しないのでしょうか。復刻を求めます。クエスト中、ピンチの時、こんな可愛い子に助けられたいですね。それで、手に負えないなら来るんじゃないわよ、って注意されて。なんか妄想が始まったので、次に行きたいと思います。エントリーナンバー3、ジンオウシリーズ。ジンオウシリーズも、剣士ガンナーの防具共通化により良さが隠れてしまった防具の一つでしょう。いやいや、ほとんど変わらんでしょう。いえ、そんなことはありません。かつてのジンオウ剣士には野球などで使う、金、マカートのようなものがついています。それを言うならファールカップ。そうとも言う。ちなみに私は、少ない鎧で覆われたファールカップ部分を、棒切れなどでつついてみたいです。冗談はさておき、こういった防具は名前を少し変え、持っているスキルも違うものに変更して、両方選べるようにしていただきたいですね。エントリーナンバー4、レックスシリーズ。ティガレックスの素材から作られる防具ですね。ええ、それで、これが以前の見た目なのですが、ところどころに突起した爪が、ティガの凶暴さと仲間がしさを表現するかのようなデザインをしています。ええ、ですがこれのどこが問題なのですか？問題ないように思います。ストープ。あ、はい、止めます。いやいや、そうじゃねえよ。なんだよこれ、丸出しじゃねえか。面積の小さい布に、ティガの皮を前面部に貼り付けた、ハリボテ感がありますね。今見てもらったのは、剣士の装備ですね。ガンナー装備はこちらになります。腰パーツを外してみましょう。ふきゃー。かなり際どい見た目のハイレクみたいになってますが、まがまがしさとか凶暴さとかどうでもよくなってきた。現在ではどうやら、ポータブルセカンド G のティガレックスの改装備が採用されてしまっているようです。そして、ポータブルサードの時点では、すでにこの見た目になってしまいました。おい、防具や、お前が住み込みか。あのエッチな見た目はどうやら国能流、つまりティガレックスアシュの防具に引き継がれたみたいです。あなたと担当。基準装備は変わらぬ美しさであってほしいですね。以上になりますが、もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をお願いします。